こんにちは、大輔です。本日は行ってはいけない危険な国4選ということでお話をしてまいります。世界は広いということで、200近い国がひしめき合ってるわけですよ。そして、その中には必ずしも良い国ばかりではなくて、訪れると悲惨な目に遭ってしまう、そんな地域もあるわけです。訪れたら命の保証がない国、国境を越えただけで危険を感じるとかね、持ってた所持金が気がついたらなくなってしまったり、荷物がなくなってしまったりですね、怪我をして助けを求めようとしても、誰も手を貸してくれない。恐ろしいですよね。多分ね、僕が挙げる国に対して、そんなこと言われなくても絶対行くわけないじゃんとね、思う国。お前がそれ言っちゃうのという皆さんの中には、反論をしたくなるようなものも含まれてるんじゃないかと思います。あくまでも僕の所感ということなのと、なぜ言ってはいけないのかという理由も動画の最後の方でお伝えしたいと思います。それでは早速ですけども、見てまいりましょう。一つ目の国、シリア。これはもう言わずもがなということで、現在進行形で内戦が続いている国の代表格ですよね。皆さんも記憶にあるんじゃないかと思います。2015年にシリアで日本人2名が拘束されましたよね。イスラム過激派組織ですよ。怖いですよね。この時日本人2名ともね、殺害されてしまったという事件でしたけども、中東エリアに旅行に行こうという方はですね、今でこそ数は圧倒的に少ないと思いますけど、行こうと思えば行けてしまうわけですよね。中東のエリア。フライトに関しては、もちろん日本からの直行便があるような地域ではね、ありませんけども、バンコク経由とかデリー経由だとかね、またはドバイ経由などがありまして、17時間とそこらで渡航ができてしまいますので、欧州の地域と変わらないぐらいの感覚で移動がね、できてしまうんですよね。本来シリアというのは世界遺産登録されている旧市街ですとか、遺跡が多い地域なんですよ。古代史遺跡のパルミラですとか、エキゾチックな風情のあるシリア最大都市のアレッポなどですね。このあたりは内戦が始まる2010年以前っていうのはね、渡航ができていたので、ググってみてもね、日本人による観光ブログっていうのがいっぱい上がっていたりするんですよ。そしてね、広大なシリア砂漠などの大自然に囲まれている地域でもあるわけです。なぜ内戦がずっと続いてしまっているのか。アラブの春と言われて巻き起こっている民主化運動ですよね。クルド人で構成される反政府軍とアサド政権の争いということで、そこにですね、イスラム国が乱入する形で、アサド政権のバックにはですね、ロシアがついたりだとか、反政府軍のバックにアメリカがついてるなんていう見方もあるわけですよね、この構図には。で、この内戦でめちゃくちゃになってしまったシリア最大都市のアレッポなんですけど、今年に入ってアサド政権がこの都市を含めたシリアの6割方のエリアを制圧したと報じられてはいますけども、まだまだ不安定な情勢が続いているわけなんですよ。日本の外務省としてもね、もうレベル4の避難勧告が出ているという地域なんですね。中東に関してはシリア以外にもこのレベル4の国って結構多いんですよ。イラクだとかアフガニスタンとかね、あとイエメン。あとね、パキスタンやイランの国境付近っていうのもこのレベル4になっています。ヨーロッパもそうなんですけど、中東エリアについても人類がね、歩んできたルーツっていうのはたくさんありますので、僕もね、本当は人生の中ではいつかは訪れてみたいなと思うわけでして、今はね、コロナとかそういう以前に渡航が難しいエリアになってしまっているというお話でした。そして二つ目の国。こちらリビアになります。こちらもですね、地中海に面した国ということで、北アフリカの地域からです。古代ギリシャ、ローマ遺跡、あとはガダメスの旧市街地などが見どころですよね。本来は観光名所多い地域なんですけど、シリアに続いて内戦が続いている国なんですよね。リビアでは9年前にですね、独裁的なカダフィ政権がこの崩壊した後にね、国が東西に分かれてしまっていて、一方は国連が認める西部の首都トリポリを拠点とする暫定政府とですね、もう一方はエジプトなどが支援する東部を拠点とする軍事組織との間で内戦状態になっているということなんですよね。では三つ目の国参ります。これはね、北朝鮮ですね。はい、来ました。アジア圏ということで、一応北朝鮮に関しては、中国にあるですね、旅行代理店を通して渡航することが
一応できます。YouTube の上にもいっぱい動画上がってるんですよね。ジョーブログさんのはじめとしてですね、何人かが投稿している動画を上げていらっしゃいます。で、ここでですね、なんで僕があえてこれらの国々を挙げているのか疑問に思いませんでしょうか？こんなとこね、絶対行けないよ、行かないよとね、思っていらっしゃる方いるかと思いますけど、理由はこちらの2つになります。帰れなくなる可能性があるという点と、これらの国の渡航歴がパスポートに残ると、例えばね、アメリカの入国が困難になるみたいなことがあるんですよね。で、一つ目のね、この帰れなくなる可能性があるっていうのは、すなわちね、日本大使館が存在しないということなんです。例えばですよ、パスポートをなくしてしまったとかね、その盗難に遭ってしまってね、パスポート入りのバッグがなくなってしまったなんて言った時に、日本大使館が存在しなければですね、こう再発行っていうのはできませんので、これはもうかなり致命的な状況に陥りますよね。もちろん隣の国のね、近隣の大使館だったり領事館が一応管轄するってことにはなってますけども、今ですね、この挙げたシリア、リビア、北朝鮮っていうのは日本大使館が存在しないということになりますので、やっぱりね、このあたりの大使館の存在っていうのは、渡航をする際にね、ぜひチェックをしておきたいということになるわけなんです。そして最後に4つ目の国を挙げていきたいと思います。先ほどの3つとは趣旨が異なります。それはですね、フィリピンなんですね。で、お前が言うかっていう話なんですけど、これには理由があるんですよ。これね、自分に対して言い聞かせたいということなんですけど、治安の悪化ですよね。特にマニラ首都圏というのは日本人の方も多くいらっしゃる地域なんですよね。マカティだとかね、パサイ、ケソンシティだとか、例えばですね、こういった事件っていうのは最近増えているっていうことをね、すごい聞くんですよ。ATM でお金を下ろした直後に襲われてしまうとか、バイクで走行中に狙撃をされて、金品とバイクそのものを奪われてしまうとかね。これ僕ツイッターの動画で見たかな。これね、やられちゃうと、もう防ぎようがないですよね。だって後ろからね、こう襲われて金品奪われるってことですから、で、その方多分ね、亡くなってるのかな、もう撃たれてしまってね。フィリピンはね、銃社会ですから、アメリカと一緒ですよね、この点は。でね、もともとストリートチルドも多い地域ですし、特に経済悪化している現在においては、注意をしていきたいところなんですよね。で、だからといって僕が今後渡航をしないかというとですね、それは語弊があるんですけども、だからこそ注意喚起をしたいということで、しかもね、実被害も出始めているってことで、こちらにあえて取り上げさせていただきました。さすがに中東の紛争地帯と比較するのはおかしいだろうって話はあるとは思うんですけど、フィリピンに限らずですね、日本から一度外に出れば自分の身を守ることは自分しかいないということですし、空港を降りればですね、大体の国っていうのが、大体の国、アジア圏はでも多いのかな、白タクのね、餌食になってしまうと。いうことですよ。個人タクシーのね、方がこうね、普段のレートとは非常に高い金額で、観光客をね、騙すというか、言葉巧みに、こうね、自分のテリトリーで、こう悪事を働くみたいなことがあるわけですよね。そして街中に出ればスリに遭ってしまうリスクもありますし、慣れた道路であったとしても強盗に遭う可能性が、特に外国人というだけでも高いということなので、注意喚起をね、させていただきました。これまとめていきましょう。本日は行ってはいけない危険な国4選ということで、シリア、リビア、北朝鮮、フィリピンということでお話をさせていただきました。これ以外の国は大丈夫なのかとかね、この国が絶対にダメだっていうことではなくて、僕が共通してお伝えしたいってことは、最後まとめるとこういうことになります。まずはですね、紛争地帯には近寄らないということですね。そして日本大使館が存在しない国エリアには近寄らないということですね。そして治安悪化に対しては細心の注意を払っていく必要があると。特に先進国を含めてもですね、日本よりも治安が悪い地域の方が体感値としては多いわけでして、この治安というのは時期ですとかローカルな場所によっても雲泥のね差があったりするので、できれば現地をよく知っていらっしゃる知り合いとかね、友人、またはガイドさんなどかに頼りながら旅の計画を立てていきたいといったところですよね。こういうことは
昔からそうでしたけどね。特にコロナの影響で一時的に経済が悪化している、治安が悪化しているっていうケースがありえますんでね、今後ニューノーマルな旅を計画される方というのは、僕もそうなんですけど、細心の注意を払って世界を楽しみましょう。ということで本日は以上になります。また次回の動画で。